夜の9時過ぎ、私は本堂の裏に立っていた。空には白い月が出ていた。古い木の屋根が月の光で少し青く見えた。庭では小さな虫が鳴いていた。風が吹くたびに竹の葉が静かに動いた。とても静かな夜だった。でも私の手にはお寺の夜には似合わないものがあった。駅前で買った醤油ラーメンの袋だ。私は袋を開けて自分の服の匂いを嗅いだ。やっぱりラーメンの匂いがする。私は急いで服に匂いを消すスプレーをかけた。その時、本堂の向こうから足音が聞こえた。美月、そこにいるのか。父の声だった。うん。今、行く。私はラーメンの袋を後ろに隠した。父の名前は青木宗一。58歳で、この光明寺の住職をしている。住職とは、そのお寺を守り、仕事の中心になるお坊さんのことだ。そして私は、青木美月、26歳。住職の娘だ。毎日、お寺に来る人を案内したり、電話に出たり、行事の準備をしたりしている。近所の人は、私を真面目なお寺の娘だと思っている。それは間違いではない。でも、誰も知らない私がもう一人いる。部屋に戻ると、私は机の上にラーメンを置いた。温かいスープから醤油とネギの匂いが上がった。細い麺の上には焼いた豚肉と卵が乗っている。私はスマートフォンで写真を撮った。明るさを少し変えてから短い文を書いた。駅前の新しいラーメン店。スープは軽いが醤油の味はしっかりしている。夜でも食べやすい一杯。最後に店の名前と値段を書いた。私のアカウントの名前は月夜のご飯。本当の名前も顔も出していない。けれど私の文章を読んでいる人は10万人を超えている。私が店を紹介すると、次の日には店の前に列ができることもある。このことを知っているのは幼なじみのなおだけだ。私は机の引き出しを開けた。中には古い青いノートが入っている。母のノートだ。母は小さな店を見つけることが好きだった。食べた料理だけではなく、店の人の話もノートに書いていた。母は私が18歳の時に病気で亡くなった。母がいなくなってから食卓には空いた椅子が一つ残った。父と2人で食べても茶碗と箸の音しか聞こえない夜が増えた。2人とも悲しかった。でもその気持ちをうまく言葉にできなかった。私は母のノートを残したくて月夜のご飯を始めた。おいしい料理だけではない。その料理を作った人の気持ちも伝えたい。それが私の最初の考えだった。
スマートフォンが光った。新しい店を教えてくださいというメッセージが来ていた。私は少し考えてから近くにある小町食堂の名前を書いた。子供の頃、母とよく行った店だ。まだ私は知らなかった。その店について私が書く言葉が、店の未来を大きく変えることを。次の日の夕方、私は小町食堂へ向かった。店は光明寺から歩いて15分ほどの場所にある。古い商店街の角に小さな赤い看板が見えた。看板には白い字で小町食堂と書いてある。ガラスの戸を開けると小さな鈴が鳴った。いらっしゃいませ。店の奥から低い声が聞こえた。店主の田中健一さんだった。52歳で子供の頃から私を知っている。田中さんは光明寺の檀家でもある。檀家とは一つのお寺と長く付き合い、そのお寺を支える家族のことだ。私は帽子を深くかぶり、顔の半分をマスクで隠していた。店について書くときはいつもこの格好だ。特別な料理を出してほしくないからだ。田中さんは私に気づかなかった。一人です。私は窓の近くの席に座った。昔は明るかった店が少し暗く見えた。白い壁には小さな汚れがあった。テーブルの上のメニューは角が曲がっていた。客は私を入れて3人だけだった。私は店で一番人気の生姜焼き定食を頼んだ。台所から油の音が聞こえた。けれど、料理はなかなか来なかった。20分ほど待ったとき、近くにいた男の客が田中さんを呼んだ。すみません。私の料理はまだですか。田中さんは台所から顔を出した。今、作っています。少し待ってください。声が強かった。客は何も言わず下を向いた。さらに10分後、私の定食が来た。皿の上には豚肉と玉ねぎが乗っていた。横には細く切ったキャベツがあった。見た目は昔と同じだった。でも一口食べて私は止まった。肉は少し冷たかった。タレは塩辛く、ご飯は硬かった。母と食べたあの優しい味ではなかった。田中さんは一人で注文を聞き、料理を作り、皿を運んでいた。額には汗があり、顔はとても疲れていた。私は理由を聞こうと思った。しかし、田中さんの強い声を聞いた後だったので、話しかけることができなかった。私は料理を半分ほど食べて店を出た。夜、自分の部屋で画面を見つめた。本当のことを書かなければならない。そう思った。私はいつもより強い言葉を使った。30分待った後に出てきた料理は冷たかった。店主の返事も冷たかった。昔からある店だが、
今のままではもう一度行きたいとは思わない。書き終わっても私の指は画面の上で止まっていた。私は文を読み直した。嘘はない。すべて私が見たことだ。私は投稿するのボタンを押した。数分後、たくさんの反応が来た。行こうと思っていたけれど、やめます。そんなに悪い店だったのですね。月夜のごはんさんが言うなら、間違いない。画面の数字はどんどん増えていった。次の朝までに3万人以上がその投稿を読んでいた。私はスマートフォンを机に置いた。静かな部屋に時計の音だけが聞こえていた。それから5日後の朝、光明寺には雨が降っていた。本堂の前の石は黒く濡れていた。屋根から落ちる雨が細い線のように見えた。私は寺の事務室で来月の行事の紙を作っていた。父が濡れた傘を持って入ってきた。みつき、少しいいか？父はいつものようにゆっくり話した。田中さんの店を知っているな？私の指が止まった。かすまし食堂のこと？そうだ。最近、客が来なくなったそうだ。インターネットに悪いことを書かれたらしい。私は何も答えられなかった。父は続けた。田中さんは昨日寺に来た。店を閉めた方がいいかもしれないと言っていた。閉める？思ったより大きな声が出た。父は私を見た。あの店は田中さんのお母さんが始めた店だ。簡単には閉めたくないだろう。雨の音が急に大きくなったように感じた。私は自分の投稿を思い出した。もう一度行きたいとは思わない。たった一つの文だった。でも、それを読んだ人は、田中さんの店に一度も行かなかった。それでも、悪い店だと決めた。みつき、顔が白いぞ。大丈夫か？少し寒いだけ。私は父に嘘をついた。昼休みになおへ電話をした。なおは近くの病院で食事や栄養について説明する仕事をしている。仕事が終わった後、私たちは駅前の小さな公園で会った。雨は止んでいた。ベンチの下に小さな水たまりができていた。私はなおに父から聞いた話をした。なおはすぐには答えなかった。みつき、書いたことは本当だったの？本当だよ。料理は冷たかった。30分待った。田中さんの言い方も良くなかった。そう。なおは私の顔をまっすぐ見た。それを田中さんの前でも同じように言える？私は口を開いたが言葉が出なかった。私は嘘を書いていない。やっとそれだけ言った。多分
嘘ではない。なおの声は優しかった。でも、言葉ははっきりしていた。でも、本当のことなら、どんな書き方でもいいのかな。私は下を向いた。なおの両親は、昔、小さな喫茶店を開いていた。高校生の時、店について間違った話がインターネットに広がった。客が減り、店はなくなった。だからなおは、インターネットの言葉が持つ力を知っている。もう一度、店に行こう。なおが言った。今の店を自分の目で見よう。次の日の夜、私はなおと小町食堂へ行った。赤い看板の明かりはついていた。しかし、店の中に客は一人もいなかった。ガラスの戸を開けると、鈴の音が広い店に響いた。いらっしゃいませ。田中さんが顔を上げた。今度の私は帽子もマスクもしていなかった。あれ、みつきちゃんか。久しぶりだな。田中さんは少しだけ笑った。私は笑い返すことができず、自分の靴の先を見た。この人は、私があの文章を書いたことを知らない。私たちは生姜焼き定食を2つ頼んだ。店の中は前よりきれいになっていた。壁の汚れは消え、メニューも新しくなっていた。テーブルの上には小さな黄色い花があった。台所から肉が焼ける音が聞こえた。生姜と醤油の甘い匂いが店の中に広がった。10分ほどで料理が来た。お待たせしました。皿から白い湯気が上がっていた。私は肉を一口食べた。温かい。柔らかい肉に生姜の味がよく合っていた。タレは濃すぎなかった。炊きたてのご飯もふっくらしていた。昔、母と食べた味を思い出した。なおも静かに食べていた。私と目が合うと小さくうなずいた。食事が終わる頃、田中さんがお茶を持ってきた。この前、インターネットに悪いことを書かれてね。田中さんは開いている店の中を見た。書かれたことは間違いじゃない。あの日の料理は良くなかった。私は湯飲みを強く持った。何かあったんですか？なおが聞いた。田中さんは少し迷ってから椅子に座った。妻の体が悪くてね。昼は病院へ行って、夜は店を開けていた。眠る時間がほとんどなかった。店の時計が小さな音を立てていた。店を休めばよかった。でも、休んだらもう開けられない気がした。母が私に残した店だから。田中さんは自分の手を見た。客に強い言い方をしたことも覚えている。あれは私が悪かった。私は両手で湯飲みを持った。お茶はまだ温かいのに指は冷たかった。事情とはその人に起きていることやその理由のことだ。私は
あの夜の料理を知っていた。けれど、あの夜の事情を何も知らなかった。田中さんは立ち上がった。ごめんな。暗い話をした。いいえ。私はそれだけ答えた。店を出ると夜の風が冷たかった。なおと私はしばらく何も話さずに歩いた。商店街の入り口でなおが止まった。おいしかったね。みつきはこれからどうする？私はスマートフォンを開いた。あの投稿はまだ多くの人に読まれていた。消す。私は言った。なおはすぐに首を横に振った。消すだけ？その一言で消すボタンの上に置いた自分の指を思い出した。その夜、私は投稿を消すボタンの上に指を置いていた。これを消せば、もう見えなくなる。私が書いた強い言葉も、みんなの反応も見えなくなる。でも、田中さんの店から客が消えた事実はなくならない。私は母のノートを開いた。あるページに小町食堂のことが書いてあった。今一さんの料理は特別に高い料理ではない。でも、疲れている人が食べると少し元気になる。料理の向こうに人が見える店。母らしい文だった。私は同じ店を見たはずだった。しかし、私の文章の向こうには、田中さんという人がいなかった。冷たい料理。遅い店。強い言い方をする店主。私は一度言っただけで、店のすべてを決めた。スマートフォンに、なおからメッセージが来た。逃げないで話した方がいい。みつきならできる。私はすぐに返事ができなかった。田中さんに本当のことを言ったらどうなるだろう。怒るだろう。父にも話すだろうか。檀家の人たちにも知られるかもしれない。真面目なお寺の娘が夜は名前を隠して店について良い、悪いと書いている。みんなはどう思うだろう。アカウントを続けられなくなるかもしれない。指の先が冷たくなった。それほど私は怖かった。でも、なおの質問が何度も心の中に戻ってきた。田中さんの前でも同じように言える？私は母のノートを閉じた。次の日の朝、父は本堂の前を掃除していた。長いほうきが石の上の葉を集めていた。お父さん、どうした？もし自分の言葉で誰かを傷つけたらどうしたらいいと思う？父は掃除を続けながら答えた。まず、その人の話を最後まで聞くことだ。それだけ？父は手を止めた。聞く前に自分を守る話をしてはいけない。父は私に何があったのか聞かなかった。私はその言葉を何度も考えた。その日の夕方、私は一人で
小町食堂へ向かった。店の前に着くと赤い看板の明かりがついた。中には年を取った男の客が一人いた。私は深く息を吸ってから戸を開けた。いらっしゃい。みつきちゃん。田中さんは前の日と同じように笑った。田中さん。話があります。店が終わった後、少し時間をもらえますか？私の声は少し震えていた。田中さんは不思議そうな顔をしたが、うなずいた。1時間後、最後の客が帰った。田中さんは店の外の看板を消した。店の中が少し暗くなった。私は窓の近くの席に座っていた。田中さんが向かいに座った。話ってなんだい？私はスマートフォンをテーブルに置いた。画面には月夜のご飯のページを出していた。この口コミを書いたのは私です。田中さんはしばらく動かなかった。どういうことだ？月夜のご飯は私のアカウントです。田中さんの顔から笑顔が消えた。みつきちゃんが書いたのか。はい。店の冷蔵庫の音が低く聞こえた。田中さんは画面を見た。それから私を見た。あの日、店にいたのか。帽子とマスクをしていました。どうして何も言わなかった。声は大きくなかった。でも、怒っていることがわかった。私は答えようとした。料理は本当に冷たかった。30分待った。客への言い方も良くなかった。その言葉が口まで出てきた。でも、父の言葉を思い出した。聞く前に自分を守る話をしてはいけない。田中さんの話を聞かせてください。田中さんは眉を上げた。何を聞くんだ。私の口コミを読んだとき、どう思いましたか？田中さんはすぐには答えなかった。壁の時計の針が何度も小さな音を立てた。最初は腹が立った。田中さんはゆっくり話し始めた。嘘の話ではない。だからもっと腹が立った。悪いところがあるなら店で言ってほしかった。直すことができたから。私は黙って聞いた。でも俺も悪かった。客の前で疲れていることは理由にならない。料理を出すならきちんと出さなければならない。田中さんはテーブルの上で手を組んだ。ただ、あの文を読んだ人は、俺がずっと悪い料理を出していると思った。母が40年守った店が、あの一晩だけの店になった。私は膝の上で両手を強く握った。私はやっとわかった。私が書いたことは嘘ではなかった。でも、一つの本当だけで、その人のすべてを決めていた。ごめんなさい。私は頭を下げた。料理が冷たかったことも、
待ったことも本当です。でも、私は一度の夜だけで、この店はもうダメだと書きました。田中さんは何も言わなかった。私は自分の言葉に責任を持ちたいです。責任を持つとは、自分がしたことの後で逃げないことだ。投稿を消すだけではなく、もう一度今の料理について書かせてください。いいことを書いて客を呼ぶのか。いいえ。私は顔を上げた。今の店をそのまま書きます。前に悪かったことも消しません。私の書き方が強すぎたことも書きます。田中さんはしばらく私を見ていた。それから立ち上がり、台所へ入った。フライパンを出す音がした。もう一度食べてくれ。田中さんは台所から言った。前と同じ料理は出さない。私は目にたまった涙を手で拭いた。はい。お願いします。台所から肉が焼ける音が聞こえた。やがて生姜の温かい匂いが店の中に広がった。田中さんが作った生姜焼き定食は前の日と同じように温かかった。私は急がずに食べた。肉の柔らかさ、タレの甘さ、ご飯の温度、一つずつ確かめた。田中さんは特別な料理を出さなかった。お金も他の客と同じように払った。家に帰ると、私は長い時間をかけて新しい文章を書いた。最初の文を何度も消した。そしてこう書いた。先週、小町食堂について厳しい口コミを書きました。その日に私が見たことは事実です。しかし、私は一度の経験だけで、店のすべてを決めるような書き方をしました。今日、もう一度店へ行きました。料理は温かく、接客も変わっていました。店には悪かったところを直そうとしている人がいました。私は自分の最初の書き方が強すぎたことを認めます。田中さんの妻のことは書かなかった。かわいそうだから店へ行ってください、とも書かなかった。田中さんはかわいそうだから来てほしいとは思っていない。今の料理を食べて、客が自分で決めることを望んでいる。最後に、私は新しいルールを書いた。これから店について厳しいことを書くときは、できるだけ2回店へ行きます。そして、できるときは、店の人に直接質問します。私は文を読み直した。今度は、投稿するのボタンをすぐには押さなかった。なおに文章を送った。少しして電話がかかってきた。みつき、読んだよ。どうだった？前よりずっとみつきらしい。なおは少し笑った。でも、これで全部終わったと思わないでね。わかってる。客がすぐ戻るとは限らない。でも、逃げなかった。それは大事だよ。
電話を切った後、私はボタンを押した。新しい投稿が静かに画面へ出た。1週間後、私は小町食堂の前を通った。店の中には3人の客がいた。満席ではない。店の外に列もない。でも、田中さんは一つ一つの料理を丁寧に運んでいた。私に気づくと小さくうなずいた。私も頭を下げた。人がもう一度この店を信じるまでには時間がかかる。私の失敗も投稿を一つ書き直しただけでは消えない。それでいいと思った。寺に帰ると父がお茶を飲んでいた。みつき。何？父はスマートフォンをテーブルに置いた。画面には月夜のご飯の新しい投稿が出ていた。胸の中で心臓が一度強くなった。この人はよく書いている。そうだね。私はできるだけ普通の声で答えた。父は投稿の一文を指で示した。料理だけではなく、その料理を作った人の気持ちも伝えたい。お母さんも同じことを言っていたな。私は父の顔を見た。父はいつもの静かな顔をしていた。知っているのだろうか。それとも、ただ思い出しただけだろうか。父はそれ以上何も聞かなかった。みつき、人の話は最後まで聞きなさい。うん。私は自分の部屋へ戻った。机の上に母の青いノートを置いた。最後のページを開き、今日の日付を書いた。一度だけですべてを決めない。もう一度見る。できるときは直接話す。私はペンを置いた。窓の外には白い月が出ていた。スマートフォンが光った。新しい店を紹介してほしいというメッセージだった。私はすぐには返事をしなかった。まず、店の名前を母のノートに書いた。それから小さく笑った。私の秘密はまだ終わらない。